then take the first right. What was the name of the spot? Santa Monica Courthouse Ledges. はい、今世界で多分一番有名かもしれないサンタモニカコートハウスっていうスケートスポットに来てます。ここです。多分みんな動画で見たことあると思うんで、ちょっとチェックしてみましょう。全然It's wet. こんな感じでレッジがいっぱいあって、マニュアルパッドとかステアがあります。こんな感じ。Wait, it used to be a skate park? I mean, it used to be a skate spot. It used to be an actual skate spot, and you used to like get kicked out by cops, chased by cops. I see. もともとは普通のスケートスポットだったんですけど、2014年にナイキがなんかお金を払ってスケートスポットからもっとスケートパークっぽく変えたらしいです。スケートパークっていうか今もなんかスケートスポットかスケートパークかわからない感じなんですけど、このレッジになんかコーティングをつけてしっかりスケボーできるようにしたらしいです。なんでちょっと滑ってみましょう。はい、雨降ってまだスポット濡れてるんですけど雨降ってまだスポット濡れてるんですけど、ちょっと滑ってみたいと思います。めっちゃ濡れてます。アディオーサ。はい、ここからはワオ、マイクの調子が悪かったんでナレーションしていきたいと思います。なんか濡れてるんですけど、ここのマニュアルパッドで滑っていきたいと思います。確かに濡れてるな。最初はノーズマニュアル。ノーズマニュアルもできないのか、ポッタ。なんか濡れてるんで難しいです。はい、では次は普通のマニュアルします。はい、ではここからヒールフリップマニュアルをしたいと思います。めっちゃ濡れた。ぶっちゃぶちゃやで。今のダメだな、ポッタ。早く決めろよ、アバダケダブラ。ナイスメイク。いや、OK です。完璧にまっすぐに着地しないと、ほらもうベトベト。あっちのレッジで滑りたいと思います。Yo. What? I think she doesn't like you.怖いよ。
はい、もうこんな感じで暗くなっちゃったんで帰ります。はい、ずっとルイスが撮影してくれました。ありがとうございます。Thank you, Louis, for filming. はい、って感じで無事帰国しました。今回合計2週間ぐらいアメリカにいました。最初、ロサンゼルスに3日間行って、その後、1回サンフランシスコに3日間行って、でまた帰ってきてロサンゼルスで1週間ぐらい過ごしたって感じです。これまで結構いろんなとこ行ってたんですけど、アメリカは初めてで、今まで行った国とまた違った雰囲気を味わえてとても楽しかったです。基本的に特に予定はなく行ったんですけど、結果的にめちゃめちゃいい旅行になりました。なんかメール来た。最初の3日間ロサンゼルスと3日間サンフランシスコは1人で回ってて、その後のロサンゼルスの1週間はルイスと泊まってました。なんか Airbnb 借りて友達と泊まったりしてましたね。1人の時は基本適当に見つけたホステルに泊まってました。朝起きて、スケートパーク行ってちょっと観光して、また朝スケートパーク行って観光してみたいな感じです。最後の1週間そのルイスといた時はだいたいあんま観光っていうよりはずっとスケボーしてました。ロサンゼルスで過ごした最後の1週間の宿はルイスが予約してくれて全部管理してくれたんで、めちゃめちゃ助かりました。あと車とかで全部連れてってくれたんで本当に感謝してます。ルイスありがとう。で最後の1週間はルイスだけじゃなくてルイスの友達とかもめっちゃ遊んでくれて、スポット紹介してくれたり一緒にスケートパーク行ったりめちゃめちゃ楽しかったんで、本当にいい1週間でした。全部良かったんですけど、特に最後の1週間は印象的でした。危ない。もっと早い。で LA の感想なんですけど、 LA はめちゃめちゃ面白かったです。日本と環境が全然違うんで新しいことをいろいろ学びました。スケボーとかの環境も全然違うんですけど、国民性とかも全然違って、やっぱり改めてなんか海外旅行はいいなって思いました。やっぱ視野が広がる気がします。でアメリカにいる時ずっとメキシカンフード食べてました。なんかアメリカご飯はあんまり、正直言ってあんまり美味しくないんですよね。美味しいものはもちろんあるんですけど、全体的に見たらそんなになんかずっと暮らしてたら飽きそうなものが多い気がしました。特に美味しかったのはメキシコ料理と、あとハンバーガー美味しかったです。でもハンバーガーもちょっと毎日食べてたらお腹壊しそうなんで、たまにしか食べてなかったんで、基本ずっとメキシコ料理食べてましたブリートがうますぎてやばかった。あとスーパーとかレストランとかの食べ物のボリュームがすごかったです。こっちの多分 L が向こうの M とか S ぐらいの感じだと思います。あと個人的にやっぱ驚いたのはそのホームレスとかの多さかな。特にロサンゼルスのダウンタウンとサンフランシスコはもうホームレスがすごい多かったです。それもまた行ってみないと実感できないことなんで、行ってみてよかったと思いました。アメリカの国民性でめっちゃ面白いなと思ったのは、その他人と普通に話せることかな。結構ヨーロッパとかいろいろ言ってたんですけど、アメリカほど知らない人にいきなり話しかける国は今まで行ったことなかったです。なんか多分日本の真逆ですね。多分なんか日本って世界で一番その他人に喋りかけない国民性とか性格だと思うんですけど、アメリカはもう真逆で、もうその辺の人にいきなり喋りかけるのが普通なんですよ。例えばエレベーターで乗ったら絶対喋りかけるし、ちょっとスケボー乗ってる人だったら普通に喋りかけるしみたいな、もうなんか友達だったっけみたいなノリで喋りかけてくるんで、すごいそこは面白いなと思いました。日本のコミュ障がアメリカ行ったら死ぬなって感じで、これが僕の初めてのアメリカ旅行でした。まだ見てない方は過去に2本ぐらいアメリカの動画アップしてるんでぜひ見てください。で最後に前回の動画のコメント欄から質問読んで答えたいと思います。ちょくちょくこのシリーズやります。はい、1個目の質問。 MDA さん100万円もらったら何に使いますか？100万円もらったら100万円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 もらったら、リアルでいくと何も使わん。多分リアルでいくと正直使わないかな。なんか特に使うもんない気がする、パッて。でも使わなあかんとしたら
旅行かな。多分物より経験に使う気がします。 MDA さん100円もらったら何しますか。100円もらったら旅行かな。アイスか。何も買えないやつやん。はい、って感じで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったら高評価、コメントと登録お願いします。ではまた来週。